皆さんこんにちは、チースタジオです。今回の動画ではハッセルブラッド 907X&CFV100C を今年の2月から約半年間使ってみてどうだったのかというところについてお話ししたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずはこのカメラがどんなカメラなのか、外観と基本的なスペックを簡単にご紹介したいと思います。まず見ていただいたらわかる通り、このカメラはかなり個性的なデザインをしています。一般的なミラーレスカメラのようなグリップもなければファインダーもありません。レンズとボディ、そして背面のデジタルバッグという3つのパーツで構成されていて、このボディの部分が 907X で、後ろのデジタルバッグが CFV100C と呼ばれています。なのでボディの部分とデジタルバッグを合わせて 907X&CFV100C という名前になります。907X は上面にハッセルブラッドのロゴが刻まれている薄い枠のようなパーツで、これがボディとなります。レンズマウント、シャッターボタン、コントロールホイール、ホットシューアダプターポート、ストラップの取り付け金具、三脚穴などがついている仕様です。そしてその後ろについているのが CFV100C というデジタルバッグです。1億画素の CMOS センサー、チルト式のタッチディスプレイ、ボタン類、CF エクスプレスカードスロット、USB-C ポート、そしてバッテリーが入るようになっています。手ブレ補正はついていませんが、シャッターを切るときは手のひらで包み込むようにして構えるので、意外にも安定して撮影することができます。四角くて無駄のないアイコニックなデザインで、両手を包み込むように持つと大事に扱っている感じがして自然と愛着が湧いてきます。スペックの面ではまず何といっても1億画素のセンサーを積んでいるのが大きな特徴です。操作周りも普通のカメラとは少し違っていて、電源は背面についているボタンを押して起動します。撮影は基本的にこの背面のタッチディスプレイを見ながら行うんですが、このタッチの反応がとても良くて、スマートフォンのように直感的に操作ができるので快適に撮影することができます。背面の液晶はチルト式になっているので、上から覗き込むウエストレベルでの撮影もしやすい作りになっています。シャッターボタンは本体の前面について、構えた時にちょうど人差し指が来る位置にあります。そしてこのシャッターボタンにはダイヤルがついていて、ここで F 値を調整できるようになっています。側面の右側にもボタンがついていて、このボタンを押しながら先ほどの F 値ダイヤルを回すとシャッタースピードを変更することができます。慣れてしまえば F 値とシャッタースピードは親指と人差し指だけで変えられるので、慣れは必要ですが扱い自体はすごく簡単に調整することができます。CF エクスプレスカードのタイプ B を採用していますが、1TB の内蔵ストレージを搭載しているので、ストレージカードを挿入する必要がなくても撮影ができるのと、データの転送も早くてストレスなく扱うことができます。内蔵メモリのおかげで CF エクスプレスカードと追加でカードリーダーを買う必要もないので、カメラとレンズがあれば使い始めることができます。ただ1枚あたりのデータはかなり大きくて、RAW と JPEG での同時記録だと 250MB 以上になることも多いので、パソコンの容量には気をつける必要があるなと思いました。レンズは XCD55mm F2.5V というレンズをつけて撮影をしました。907X&CFV100C は中盤のカメラなので、55mm のレンズをつけるとフルサイズ換算で約 43mm ほどの画角で撮影ができます。標準域とも呼ばれる画角で多くのシーンで活躍してくれるレンズです。私は 50mm 付近の画角が好きなので、このレンズをつけての撮影は本当に楽しく行うことができたと思います。このフォーカスリングは前後に動かすことで瞬時にマニュアルフォーカスに変えることもできるので、私のようにマニュアルでの撮影を好む人にも馴染みのある操作性になっています。今回 55mm のレンズ1本で撮影をしてきましたが、もちろん他にもいろんなレンズがあるので、いつかは他の画角でも撮影してみたいなと思っています。このカメラは両手で下から包み込むように持って上から覗き込んで撮影をします。手のひらの上にそっと乗せている感覚に近いような感じで、
普通のカメラだと目で見た先にそのまま被写体があって、見たものをほとんど反射的に撮るという感じになりがちだと思うんですが、このカメラは一旦視線を下に落として手元の画面で構図を決めてからシャッターを切るので、この一手間が必ず入ります。私は普段写真を撮るときは必ずファインダーを除いて撮影するので、最初は腰のあたりで下を向きながら撮るのは少し面倒なのかなと思うところもありました。ですが半年間使ってみて、この撮影スタイルにはすっかり慣れました。急がずに撮れるスタイルの方が自分には合っている気がします。そしてやっぱり外せないのが色表現の魅力です。ハッセルブラッドナチュラルカラーソリューションによる色表現は本当にリアルで忠実で、半年間季節をまたいで使う中でこの色の幅の広さを実感できたと思います。これらの写真はハッセルブラッド専用のフォーカスというアプリを使って露出などを少しだけ調整したものになります。アプリ自体も直感的な UI でとても使いやすいです。1億画素ということでトリミングは自由自在に可能で、自分の好みに合わせて好きなように切り取ることができます。過去に私はいくつかの動画を投稿しているんですが、これらの動画では私にしては珍しくトークや語りを入れませんでした。このカメラで撮る写真の美しさを存分に目で見て味わってほしかったからです。それから1億画素という解像感についてですが、おかげでトリミングは本当に自由自在でした。1本目の動画では八甲田山の頂上で撮った写真から後で小さな雪だるまを見つけた話をしました。肉眼ではわからなかったものもここまで鮮明に映るので、撮った後に写真を見返してさらにもう一度切り取り直す楽しみがあります。つい先日デイキャンプへ行った際に撮影した写真でも改めて感じました。実はこのデイキャンプは私にとって初めてのデイキャンプでした。当日はあいにくの雨で精密で繊細なイメージのあるこのカメラをアウトドアという割と過酷な環境に持っていくのはどうなのかなとも思いましたが、実際に使っていると気負わずに連れて行ける頼れる相棒にもなるなと感じました。正直この撮影がなければおそらくその日のデイキャンプはキャンセルしていたと思います。でも実際に行ってみると、タープに落ちる雨の音だったり焚き火の揺らぎを眺めながら過ごす時間が思った以上に心地よくて、普段は仕事のこととか YouTube のことを考えてどうしてもバタバタとしていることが多いんですが、その日は雨の音を聞きながらただ火を見てコーヒーを飲んで目の前の景色をゆっくりと眺める時間がありました。ハッセルブラッドの 907X&CFV100C はそういったのんびりした時間とすごく相性がいいカメラだと思います。素早く構えてどんどん撮影するスタイルよりも、目の前の景色を一度受け止めてからシャッターを切るというような撮り方が雨の日のデイキャンプという少し特別な時間にもすごく合っていると思います。例えばこの写真の車の屋根に落ちた雨粒は水滴の一つ一つの立体感を感じさせてくれたり、雨に濡れた葉の緑や少しジメッとした湿度のある感じをそのまま正直に写してくれている気がします。焚き火台が写っているこちらの写真は雨に濡れてしっとりとした地面の感じだったり、その中でも火のオレンジがそのままの色で表現されていて忠実に色を残してくれるというところがこのカメラの好きなところです。観光地を巡るのとはまた違う一つの場所に腰を据えて自然を味わうような一日であってもちゃんと寄り添ってくれるカメラだと感じました。こちらの動画も語りもアフレコもなしで映像と写真、環境音、そして音楽だけで紡ぐ動画です。ぜひそちらの動画もじっくり見ていただけたらなと思います。ちなみに今回はタープなどのキャンプギアはレンタルしたもので、スタッフさんに手伝っていただきながら撮影をしました。なのでキャンプを楽しんだというよりはまだ入り口に立ったくらいの感覚ではあるんですが、それでもこの撮影をきっかけにまたデイキャンプに行ってみたいなと思うようになりました。次は自分でタープを張ってもう少しゆっくりキャンプを楽しんでみたいです。このカメラがなければ雨の日にわざわざ外に出てタープを張って焚き火をしながら過ごすことの心地よさには多分気づかなかったと思います。そういった意味でハッセルブラッドの 907X&CFV100C はただ綺麗な写真を撮るだけではなくて、新しい場所へ行くきっかけだったり新しい時間の過ごし方も提供してくれたカメラでした。
このカメラが来て最初に撮影に行ったのは私の故郷の青森で、冬の雪景色を撮りたくて帰省しました。ですが今年は思っていたより雪が少なくて、街中にはほとんど雪がありませんでした。今思えばそれもいい思い出なんですが、その中でも子供の頃から何度も通っていた場所や車で何度も通り過ぎていた場所に改めて立ち寄ってみると、こんなに素敵な景色があったんだっていう風に初めて気づく瞬間が何度もあって、このカメラを手にする機会がなければおそらくそうした場所に立ち寄ることもなかったように思います。これは別にこのカメラだったからっていう話ではないんですが、ただこの1台を手にしたことでそういった新しい景色との出会いや発見があったのは事実です。立ち止まって待ちながら急がない時間の中でその場所の良さに改めて気づかせてくれるというような、そうした撮り方を自然とさせてくれるカメラだと感じています。これからもいろんなシーンをこのカメラで撮っていきたいなと思います。もちろん普段のスナップ写真も気軽に撮れる1台ですが、私がこのカメラを一番使いたいなと感じるのは、腰を据えてのんびりと撮るような時間です。一枚一枚をじっくり選びながらその場の景色や時間と向き合うような、そういった撮り方がこのカメラには一番似合っているように思います。使い始めたのは今年の2月でまだ半年ほどですが、いつか1年を通してこのカメラで撮り続けた作品のようなものを作ってみたいと思っています。私が心惹かれた風景や日本の四季にまつわるコンテンツをこのカメラと一緒に少しずつ撮りためて、いつか一つの形にできたら嬉しいです。これからもいろんな季節や景色をこのカメラで撮っていきたいと思います。次はどんな場所へ行こうか、それを考えるのも今からとても楽しみです。それでは今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。